周りの成功を見て心がざわついていないか。結果がすぐに出ないと全てを投げ出したくならないか。自分だけが取り残されているような孤独感はないか。結論から言おう。その焦りの正体は時の流れとの戦いだ。君は移ろいゆくものを無理にとどめようとし、まだこの未来を無理に手繰り寄せようとしている。この動画ではその無益な戦いをやめ、心の安寧を取り戻すための知恵を授けよう。そもそもなぜ人はこれほどまでに焦るのか。それは君の心が3つの毒に侵されているからに他ならない。1つ目の毒はトン、貪りの心だ。もっと早く、もっと多く、もっと認められたい。この尽きることのない欲望が君を今に満足させず、常に未来へと駆り立てる。それはまるで塩水を飲んで渇きを癒そうとするようなもの。飲めば飲むほど渇きは増していくばかりだ。2つ目の毒は仁、怒りの心だ。思い通りに進まぬ現実への苛立ち、自分を評価しない他人への憤り。この怒りの炎が君の心を焼き、冷静な判断力を奪う。焦りは怒りによってさらに増幅されるのだ。そして3つ目の毒が最も根深い知だ。物事の本当の姿、つまり全ては移り変わるという真理を知らない根本的な無知のことだ。この知があるからこそトンと仁が生まれる。永遠に続くものなど何もないのに、それを求め手に入らないと起こるのだ。君の焦りはこの3つの毒が絡み合って生まれた心の病なのだ。ではその毒を浄化する偉大な真理とは何か。それが諸行無常だ。この世のあらゆる物事、現象は常に変化し続けており、一瞬たりとも同じ状態にはとどまらない。君が今手にしているスマートフォンもいつかは古びて壊れる。君の若さや健康も永遠ではない。今の地位や財産も明日には失われるかもしれぬ。北境2個ある。如下支流を岐阜編。川の流れが決して戻らぬように、人の命もそして時間も過ぎ去れば二度と帰らないのだ。焦りとはこの不可逆な時の流れに逆らおうとする無益な抵抗に他ならない。早く結果が欲しいと願うのは春に種をまき、夏を飛ばして秋の収穫を求めるようなものだ。楽しい時間よ、永遠に続けと願う心。辛い状況から一刻も早く抜け出したいと願う心。どちらも諸行無常という真理から目を背けている点で同じなのだ。陶芸家が作った器がいつか必ず壊れるように、人の命もまたしかり。この真理を受け入れたとき、君は初めて時の流れと和解することができる。焦りは消え、代わりに今この瞬間を大切にしようという思いが芽生えるだろう。諸行無常を理解した上で、我々はどう生きるべきか。怠けて何もしなくてもよいということでは断じてない。ここで知るべきが縁起の理だ。すべての物事はそれ単独で存在するのではなく、無数の原因と条件が相互に関係し合って成り立っている。美しい花が咲くのも種という因があり、土、水、光という縁が整って初めてかとなる。焦りはこの縁を無視してかだけを求める心だ。土を耕さず水もやらずになぜ花が咲くと思うのか。君がやるべきことは結果を焦ることではない。ただ黙々と良い結果につながる因をまき、その縁を整えることだけだ。そしてもう一つの知恵が中道の精神だ。主義用は厳しすぎても緩すぎてもいけない。ことの弦は緩すぎてもよよとは出ぬ。張りすぎればやがて切れてしまう。焦りという張りすぎた心はやがて君を燃え尽きさせてしまうだろう。かといって何もしない緩み切った心からは何も生まれはしない。やるべきことを淡々としかし着実に続ける。結果に一喜一憂せず、ただ今日の自分ができる最善を尽くす。それこそが焦りを手放し、最も早く目的地にたどり着く唯一の道なのだ。では最後に君が今日から実践できる具体的な心の技術を授けよう。それは八正道の一つ、少年。現代でいうマインドフルネスだ。焦りの心は常にここではないどこかにある。過去を悔やみ、まだこの未来を憂う。少年とはその心を強制的に今ここに引き戻す技術だ。やり方は単純だ。自分の五感に意識を集中させる。仕事中に焦りを感じたら一度手を止めよう。キーボードに触れる指先の感覚、椅子の硬さ、聞こえてくる空調の音。それらをただ判断せずに感じてみるのだ。食事をするときはスマホを見ずにただ味わうことに集中する。米の甘み、味噌汁の温かさ。それを感じきる。歩くときはただ足の裏が地面に触れる感覚に意識を向ける。一歩、また一歩。その繰り返しが今だ。君が比べるべき相手は SNS の中の他人ではない。比べるべきは昨日の自分ただ一人だ。
昨日より1行でも多く本を読めたか。昨日より一度でも多く人に優しくできたか。その小さな成長に気づき喜ぶことだ。今ここに集中し、過去の自分からの成長を実感する。これが焦りの毒から心を解放する最も確実な道筋なのだ。まとめよう。君を苦しめる焦りの根源は3つの毒、貪、嗔、痴だ。その毒は全ては移り変わるという諸行無常の理を知らぬことから生まれる。結果を焦るな。物事は縁起によってなる。君はただ良き因を巻き縁を整えよう。実践すべきは中道の精神。張り詰めず怠けず淡々と歩みを進めるのだ。そして心を今ここにつなぎ止める少年の技術を磨け。比べるべきは他人ではない。過去の自分だ。最後に一つだけ覚えておけ。君の人生は君だけのものであり、君の歩む速さこそが君にとっての正解なのだ。明日焦りを感じたらただ一度深く息を吸い、そして全てを吐き出してみよう。その一呼吸の静寂に君が求める安寧はすでにある。健闘を祈る。お布施は高評価、入門はチャンネル登録にて。